首肩こりや背中の張り、猫背を改善したい方、首肩痩せ、背中痩せしたい方は肩甲骨を剥がしましょう。ということで、こんにちは、オーツセラピストのそうすけです。今回はフォームローラーを使って肩甲骨をガバガバに剥がす方法をサクッとご紹介していきます。で、まず肩甲骨が硬くなる原因は肩甲筋の硬直ですね。肩甲筋っていうのはこの僧帽筋、肩甲虚筋、腰頸筋、前鋸筋、小胸筋といった肩甲骨を支えてくれる筋肉たちです。ただこれらの筋肉は長時間パソコン、スマホを使っている方、重い荷物を背負う方、赤ちゃん抱っこする方、長時間運転する方、細かい手作業する方などは肩甲筋が全部硬くなってしまって肩甲骨が動きにくくなってしまいます。で、この肩甲筋が硬くなる、肩甲骨が動きづらくなってしまうと首肩こりや背中の張りが起きやすくなります。さらに肩甲骨の内側の筋肉が伸びて硬くなる、肩甲骨前側の筋肉が縮んで硬くなると猫背、巻き肩になってしまいます。で、この状態になるとさらに肩甲骨、肩甲筋が動きづらくなってしまうので、代謝がどんどん低下してこの肩甲筋周りに脂肪がつく、要は首肩太りや背中太り、脇太りの原因になってしまいます。逆にこの背中を反るように、肩を開くように、肩甲骨を剥がすように肩甲筋をほぐすことで肩甲骨全体が動きやすくなってくれるので、首肩こりや背中の張り、猫背が改善して首肩痩せ、背中脇痩せをしやすくなります。で、このフォームローラーを使えばこの自重を利用しながら広範囲の筋肉を面でほぐすことができるので、短時間で効果的に肩甲筋緩めることができます。というわけで早速肩甲骨を剥がしていきましょう。まずローラー縦向きに置いて、ローラーに肩甲骨の内側を乗せるように仰向けになります。この時後頭部の下の方がローラーの上の角に乗っかるようにしましょう。で、お尻を浮かせて肘を上下に大きく動かします。肘と連動して肩甲骨がぐるぐると動くのを感じましょう。で、この時なるべく肘をぐっと下げる意識を強く持つと、肩を下げる筋肉は鍛えられて肩痩せしやすくなります。で、次に肘を前後に大きく動かします。肘の動きに合わせて肩甲骨が開いたり寄ったりするのを感じましょう。で、この時はなるべく肘をぐっと後ろに引く意識を強く持ってあげると、肩が開いて肩甲骨の内側、背中の筋肉が活性化、背中痩せしやすくなります。で、次、胸の前で手を組んで手のひら返して上へぐーっと背伸びをしながら左右にゆらゆら、肩甲骨の内側、背骨沿いをじわじわと刺激してあげましょう。背中丸まっている部分を刺激することで背筋が伸びやすくなって肩甲骨も動きやすくなります。お尻を下ろして腕を開いてふーっと体の力を抜いて、腕の重みで胸をじわーっと伸ばしていきます。肩甲骨を寄せて肩を開いてリラックス。で、次に首をほぐしていきましょう。ローラーを横向きに置いて首を乗せるように仰向けになります。このまま首を左右にねじって首後ろ、僧帽筋上部や肩甲虚筋をゴロゴロとほぐします。ゆったりと大きく動かしてあげて、で、ピタッと止まったら顎先上、両肩すくめて後頭部下の方をじわーっと圧迫、僧帽筋上部の付け根を刺激します。ふーっと力抜いて、また左右にねじって首後ろをゴロゴロと刺激。次、背中ほぐしていきましょう。ローラー下に吊らしてローラーに背中乗せたら、頭の後ろで手を組んで肘先上、お尻浮かせて上下にゴロゴロ、肩甲骨の内側、背骨沿いを刺激していきます。肘先上に向けることで肩甲骨が開くので背骨沿いを刺激しやすくなります。次、肘を開いた状態でゴロゴロ肩甲骨の表面を刺激していきましょう。僧帽筋の付け根、底枝に当たる部分、肩甲骨のちょっと出っ張った部分を細かく刺激。で、ローラーに背中の丸まった部分を乗せた状態でお尻を下ろして体の力を抜いてふーっとリラックス。丸まった背中、背骨をじわーっと反ることで猫背を改善緩和して肩甲骨を動きやすくしていきます。で、次に前鋸筋、肋骨をほぐしていきましょう。まず左下で横向きになったら、左の肋骨、肩甲骨の前側に当たる部分をローラーに乗せてこのまま上下にゴロゴロと転がります。こ
時下の足でちょっとお尻を浮かせるような感じですね。ちょっとだけ体の角度を変えながら背中に近い部分をゴロゴロとほぐしてあげる。前鋸筋は結構面が広いので肋骨全体をほぐすように意識してあげてください。で反対側も同様にほぐしていきましょう。右下で横向きになったら右の肋骨、肩甲骨の前側前鋸筋を乗せてそのまま上下にゴロゴロと転がるだけ。ちょっとゴリゴリして硬いなと思うところを探しながらほぐしてあげるように意識してあげてください。ただあんまり肋骨に体重乗せすぎると人によっては折れることもあるので、この辺はちょっと慎重に折れない程度に優しくほぐしてあげましょう。でこんな感じで全体的にほぐしてあげたら、最後ちょっとだけストレッチを入れていきましょう。ローラーを外したら右下で横向きになった状態で右の腕、肘を後ろに引いてそのまま頭も側頭部床について上の足、左足を後ろにぐーっと引きます。右の胸がじわーっと伸びるのを感じましょう。伸びない場合は体をちょっと前にずらしたり腕を後ろに引いてあげるとよりしっかりと伸びてくれます。ふーっと体の余計な力を抜いてリラックス。で反対側も同様に伸ばしていきます。左下で横向きになったら左の腕、肘を後ろに引いて頭、側頭部を床につく。右足も後ろに引いて左胸をじわーっと伸ばす。やっぱり肩が前に入っていると肩甲骨が開いてしまって肩甲骨動きにくくなってしまうので、肩を開いて肩甲骨が動きやすい姿勢を手に入れていきましょう。最後に肩甲骨を剥がしていきます。左手を前に戻してまた横向きに寝たら左足、下の足伸ばして上の足を左へ倒します。腰ねじりの形ですね。この状態で上の右肘を後ろに引くようにぐるぐると回します。後ろへ後ろに回して肘と連動して肩甲骨が後ろに引っ張られて浮く感覚ですね。まだ最初のうちは硬いとあまり浮きづらいんですけど、慣れてくるとどんどん肩甲骨がほぐれてきて肩甲骨がじわーっと浮いてくれる感覚がわかると思います。反対側も同様に動かしていきましょう。仰向けになったら右足伸ばして左足を右側へねじる。浮いた左肘を後ろに引くようにぐるぐると動かしてあげます。肘に引っ張られて肩甲骨が肋骨から剥がれる感覚ですね。あまり激しく動かさなくても大丈夫なので、腕、肘の重みで肩甲骨が引っ張られてほんの少しだけ浮く感覚を感じます。肩を開いて後ろへ後ろへ引っ張ってあげましょう。よいしょ。これで終わり。ここまでやってあげると自然と背筋が伸びて肩が開いた感覚がわかると思います。でこの姿勢に自然となることができれば首肩こりや背中の張りを予防することができるし、背中首肩周りの代謝がアップするので首肩痩せ、背中脇痩せにも効果的です。で肩甲骨剥がしおすすめのタイミングとしては朝起きた時と夜寝る前ですね。朝起きた時出かける前にやってあげれば代謝がアップして痩せやすい体質で一日過ごすことができるし、で夜寝る前にやってあげれば一日の疲労、硬くなった肩甲筋をほぐしてぐっすりと眠ることができます。で全ての流れ完璧にやらなくても大丈夫なので、朝時間がない時や夜疲れてもやる気がない時はもう縦ローラーで肩甲骨をぐるぐる動かすだけ、これだけでも全然 OK です。ぜひ無理のない範囲で肩甲骨剥がし続けてみてください。では本日ご視聴どうもありがとうございました。参考になったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた。